こんにちは、はこです。今日はヨガやストレッチをする前に有効的な体の整え方をお伝えします。今日もこうちゃんをゲストにお迎えして、体を整えていきたいと思います。先日ね、出した動画の方でヨガとかね、ストレッチに良かれと思っていって頑張りすぎて逆に不調になってしまうっていうね、怪我をしてしまうっていうお話をねしました。で、今日はじゃあ実際にヨガやねストレッチをする前にどういうことをしてから行うといいかなっていうことについてお伝えしていきたいと思います。やっぱりですね、関節の可動域がやっぱり少ない状態で見た目だけをね無理すると痛めてしまうんですよね。そうですね。じゃあちょっとそこをちょっとこうちゃんに喋ってもらおうかな。はい、はい。特にストレッチで痛めやすいのは、筋肉あるんですけれども、こういう感じで、で筋腹って言って例えば、ももを伸ばすとしたらストレッチをするときは多分この辺を伸ばしたいと思うんですね。ただその、関節、股関節と膝の関節があるんですけども、こっちを意識しないで筋腹だけを伸ばそうとしてしまうと、どうしても無理な動きが出てしまうので、それで痛めてしまうっていうのは、すごく多いと思います。はい。ですね。なのでやっぱりそのね、関節をやっぱ緩めて整えるっていうのが大切になります。で、今日は3つねお伝えしたいんですけれども、大きい関節ですよね。股関節と、あと肩関節と、肩甲骨は関節じゃないんですけど、肩甲骨、大きなね、部位ですよね、を緩めて整えたいと思います。で、お尻歩きで股関節をね、整えたいんですけれども、そちらはね、前回のビデオの方で詳しく解説しているので、そちらをね、見て、行ってみてください。で、今度2つ目ね、肩関節を緩めていきたいと思います。ではですね、やってみましょう。このようにですね、はい、まずね、両手両足を床につきます。で、この時に手がね、あんまりこう遠くにいたりするとやりにくいので、肩の真下にね、手が来るように置きます。はい、そしたら片方だけでいいので、肩から外にこうくるっと外旋して、手をね、床につきます。はい。で、この時に肩を外旋、外に回したいので、こうなっちゃうと意味がないので、肩のね、根元から外旋して、余裕がある人はちょっとね、後ろに引きます。で、痛いっていう方は、無理して、後ろに引かなくていいので、ちょっと自分の方にね、手を近づけると楽になります。はい、OK です。だいたいね、15秒ぐらいとかでいいと思います。じゃじゃん。差がやった方がね、すごい差が出ます。わかりやすい人たちですね。はい、やった方がね、下がります。ね、で、こう横から見ると、やっぱやった方の肩はね、開いてるんですよね。で、やってない方の肩はやっぱりちょっとこう、ね、前の方を向いてる感じがね、します。手の位置もね、違いますもんね。やっぱりちょっとね、後ろの方に来ますよね。なんかこうやっぱ腕をね上に上げるポーズとかね、ストレッチとかする時とか、こうね開いたりする時にやっぱ肩関節ってね重要ですよね。すごく重要です。こうちゃん、解説をお願いします。肩関節を緩める、このポーズの解説はどうでしょう？今のポーズのいいところは、すごく無理のない動きなんですよね。結構ストレッチっていうと痛いところまでやって、それでさらに伸ばすとそれ以上柔らかくなるんですよ的な、なんか昔の体育会系みたいな、なんかね、お相撲さんの新弟子じゃないですけれどもああいうイメージがあるんですけれども、とにかく脱力する方が大事なんですよ。力を入れるんではなくて、でそれを、外旋させることによって、肩周りインナーマッスルって言って、細かい筋肉がいっぱいくっついてるんですね。で、外旋させることによってそれを緩ませた状態で、その
ポーズを、維持するということで、全体的に、この肩周辺、肩甲骨周辺、で、肩とか肩甲骨とかこの辺の骨とか、全部首とかともつながってるので、この辺全部が緩むんですよね。だから肩も下がるし、こっちも顔が実は。そうなんですよ。顔ね、実はね、リフトアップしてるんですよ。そう、だから筋肉がね。そうなんですよ。だからもう、肩だけじゃなくて、もうこの辺の周辺の筋肉全部が緩むような効果がありますよね。素晴らしいですよ。はい、大切。じゃあちょっと反対もやらないと私たちちょっと偏ってるので、はい、ちょっと反対もやりますね。見えるか見えないけど、反対もやります。はい。じゃあ、両手を床について、肩のね、根元からくるっと外旋して、で、後ろに引けたら引きます。頑張ってグイとかね、やんなくていいんですよ。肩がね、外旋してるってことが大切です。OK です。本当ね、短時間で大丈夫です。今度こっちが下がっちゃった。はい、OK です。ではですね、次、肩甲骨を緩めていきたいと思います。で、これは座ったままでも立ったままでもね、できる簡単バージョンでいきたいと思います。そしたらですね、片方の手をこうやってトレイを乗せてるつもりでこのように用意してください。はい。で、反対側の手で肘を支えます。そしたらこのトレイを落とさないように前に出して、で、横にくるんと回して元の位置に戻す。だからこう、くるんくるんってこうぐるぐる。そうです、そうです。で、くるくるして、慣れてきたら上に行ったり、下に行ったり、これだけなんですけど、はい、下がりました。下がりましたね。そう、肩がね、下がります。あと、横から見ると分かりやすいですけど、腕をね、上げるとほら、こっちの方が後ろに、ね、上げやすく。わかりやすく、わかりやすい桜かのように、そう本当ですね、桜かのようにわかりやすくね上げやすくなってますけれども、多分私もこうちゃんもこう結構体動くタイプの人はそうですね、差がやっぱりね出やすいです。で、固まってる方はちょっと差がね少ないかもしれないですけれども、でもね出ますね。はい、これはこうちゃんどんなところがどうでしょう？特に素晴らしいのはお尻歩きもさっきの肩の動きもそうなんですけれども、ハコさんのメソッドのいいところは脱力しながらできるところなんですよね。で、特に今の動きだと肩甲骨に意識が向くので、肩甲骨って実はものすごいいっぱい筋肉がくっついてるんですね。首とくっついてる筋肉もありますし、あとは胸椎って言って背骨から外側にくっついているのもあるし、あとは腕の筋肉からくっついているところもあるので、いろんな方向から肩甲骨っていうのは筋肉、に囲まれているような状態なんですね。そのため肩甲骨が動きが悪くなると、もうこの辺全部が固まってしまうんですよ。なので、呼吸が浅くなったりとか、なんか日常生活するのもなんか腕が重たいなとかっていうのは大体肩甲骨が動いていない人なんですね。なので肩甲骨動くようになるだけで本当にこの辺すっきりしますし、さっきも肩がかなり後ろに行くようになっていましたし、そういうのを気軽にそれこそ座ったままできるのですごくいいなと思いました。ありがとうございます。これ実はちょっと後ろを向いてやるとわかるかもですけどね、肩甲骨がね動いてるのが動きますね、すごく。わかると思うんですけれども、やっぱりね、肩甲骨がちょっとこうね、肋骨の周りにこうあると呼吸が多分しにくいと思うんですよね。広がりにくくって。で、さっきね、こうちゃん言ってくださったんですけど、この辺全体がね、こう固まってると思うんですよね。で、ヨガに行くと多分座ってまずあぐらで深い呼吸をとかね、よくあると思うんですけど、それヨガに限らずですけどね、なんか皆さん深い呼吸をしようって、深い呼吸がいいんだっていうのは多分頭にあると思うんですけど、まず座った段階で、股関節が硬いとまずこうなり、で、肩甲骨が固まっていって上半身が固まって、こういう状態にあると
呼吸がね、できない状態にあるので、ここでまた深い呼吸をしようとすると、でね、こうなってしまって、なかなか深い呼吸がむしろ逆にね、しにくくなるんじゃないかなと思うので、やっぱり緩めるって大切ですね。何事も。そうですね。もうそこからストレッチをやる、ヨガをやるっていうのだと、すごくまた結果は変わってくると思います。でちょっと反対もやりましょうね。私後ろ向いて反対やろうかな。そしたら肩甲骨がね見えるかな。はい。じゃあ前からくるん、前からくるん。こうくるくるするとね、肩甲骨がこう動いてるのが見えるかなと思います。簡単ですからね、誰にでも ね、やっていただけます。はい、OK です。はい、ということで今ね、お尻歩きは後で実践編を見てやっていただくとして、お尻歩き、肩関節、それからね肩甲骨周り、ね、これで関節周りが緩んだので、こうリラックスして緩んで動きやすい状態からストレッチとかね、ヨガとかに取り組んでいただけたらいいなと思います。はい。でチャンネル登録ぜひお願いします。参考になったりいいなと思ったらぜひこのねグッドボタン押してください。質問があったらぜひねコメント欄に書いてください。ではでは。